여러분, 안녕하세요. 재미코리아 한국어 교실입니다. 皆さん、韓国語の勉強、楽しく頑張っていますか？前回、韓国語検定試験に必要な、それぞれのレベルで覚えなければいけない単語数と会話レベルをご紹介いたしましたが、たくさんある単語をどう覚えたらいいの？と思ったことはありませんか？検定試験をご受講予定の方は、試験範囲の単語は必須で覚える必要がありますが、残念なことに市販の単語集はほとんど日本語のあいうえお順にあたる韓国語のカナダラ順に掲載されているため、関連性のない単語を掲載されている順番に覚えるので、せっかく苦労して覚えても、残念なことにあまり記憶には残りません。そこで、お時間がある方は、関連性のあるジャンル別に単語を分類して、単語を覚えてください。単語を分類するお時間がない方は、覚えなければいけない単語を使って例文を作り、例文ごと丸ごと覚えてください。それも面倒な方は、当校がジャンル別に分類した動画を利用して単語を覚えてくださいね。特に検定試験のご受講予定がない方は、学習中のテキストに出てくる単語を覚えたり、皆さんが関心のあるジャンルの単語、例えば、料理好きの方は、料理に関連する単語から、食べることが好きな方は、食べ物関連の単語から、買い物が好きな方は、買い物関連の単語から覚えてみると、興味があるので覚えやすいです。プラスして、意味が似ている類似語や、反対の意味を持つ対義語を一緒に覚える方法もとても効果があります。また、K-POP がお好きな方は、好きな K-POP の歌詞で単語を覚えたり、ドラマ好きの方は、好きなドラマのセリフで単語を覚えたり、映画がお好きな方は、映画のセリフで単語を覚えると、楽しく単語を覚えることができます。勉強は辛いですが、皆さん独自の楽しい方法で楽しく学習をしてくださいね。最後にいいねとチャンネル登録を。잘 부탁드립니다。재미코리아韓国語教室でした。